カーディガンは負傷兵の代名詞。セーター好きな人にはカーディガンの愛用者も多いことでしょう。気楽に羽織れてボタンで留められるカーディガンはとても便利です。ところでこのカーディガン、いつ頃どのようにして生まれたのでしょう。19世紀のクリミア戦争に参加していたイギリスのカーディガン伯爵、自らの経験に基づき負傷兵が着やすいセーターはできないかと工夫してできたのが前開きセーターだったのです。これにカーディガン伯爵の名前が付けられ、世界中で着られるようになったのがカーディガンの始まりです。鬼を追い払って神を招く節分とは。節分の行事、豆まきでは鬼は外、福は内と言います。鬼を追い払う行事と神を迎える行事、この2つが一つになったものが豆まきです。では次の節分と豆まきのこと知っていましたか？太陰暦で節分は新年を迎えるための行事でした。そしてその暦を使っていた当時、節分の頃、死者が鬼になって災厄をもたらすと信じられていたため、鬼を追い払う意味で豆まきが始まったのです。もっとも最初は豆ではなくてちまきを作って巻いていました。それが五穀、米、麦、粟、きび、豆に変わり、現在の豆に至っているんです。日本では古くから春に神を迎えて祝福してもらう信仰がありました。家に神を迎え鬼を追い払う、日本人の信条の原点ともいえる風習は大切にしたいものです。眠くなるとどうして目をこするの？子供が眠そうに目をこすっている姿はとても可愛いものです。そのような姿を見て素朴な疑問が、人はどうして眠くなると目をこするのでしょう。眠くなると血流は遅くなり、血圧も下がります。そうするとまぶたは自然にうっ血し、腫れぼったくなってきます。そうした状態をなんとか回避するために自然に行うのが目をこするという動作です。可愛く見えるからって中年のおじさんが真似をしてもお眠でちゅーって気持ち悪いだけです。膨張し続けている宇宙。質問します。あなたは宇宙は膨張していると思いますか？それともこのようなことはないと思いますか？回答は膨張しているです。星の光の波長を測定することにより、宇宙が膨張し続けていることがだんだん分かってきました。宇宙の先端は宇宙の地平線、つまり宇宙の果てです。その宇宙が膨張しているということは、
地平線がさらに奥に伸びているということです。地球の外側にある星たちは宇宙の膨張によって地球よりもスピーディーに遠ざかっていこうとしています。星のスピードが速ければ光の波長はどのように見えるのでしょうか。伸びて長く見えるはずです。そして長く見える光の波長は赤く見えます。ですから遠くの星ほど赤く輝いて見えるのです。体脂肪率は体に電気を流して計測します。体重だけでなく体脂肪率まで家で測れる時代になりました。代表的なものは裸足になって体重計の上に乗り、備え付けのバーをつかむだけで、はい、あなたの体脂肪率は 40% ですよと数字が出るものです。どうしてこれだけで体脂肪率が測れるのでしょうか。その仕組みは簡単。体に弱い電気を流しているんです。体のほとんどは水分や筋肉で、電気は抵抗なく流れます。ところが脂肪は電気をほとんど通さないため、電気抵抗が大きくなります。この抵抗の度合いによって体脂肪率を計算するのです。でも正確性を期すなら何度も測って平均値を取りましょう。朝が弱いのって低血圧のせいって本当なの？私、低血圧だから朝が弱くて。か弱い女性の決め台詞っていうところでしょうか。でも本当に低血圧だと朝が弱いのでしょうか。低血圧だと確かに血の巡りが悪く、起きるときに必要なホルモン分泌が遅いことは事実です。ですから一面では朝に弱いことは本当です。でも大多数の朝弱さんは不規則な生活が原因です。低血圧だから朝が弱いのではなく、朝が弱いから低血圧を語る人が多いんです。だって血圧のせいにすれば少しは格好がつきますもんね。おいしく食事をするために胃をいたわる。消化器である胃は酸やタンパク質を溶かす酵素などを含む胃液を分泌し、食べ物を消化します。仮に自分の胃を切り離して胃液につけてみると、胃は溶けてしまいます。こんなにも強力な胃液なのに、どうして体の中の胃は溶けないのでしょうか。人の体とは不思議なもので、この強力な胃液の濃度は消化に合わせて加減しますし、胃壁を保護する粘液も合わせて分泌します。よく聞く胃潰瘍は、これらのバランスが崩れることによって発症する病気です。大切な働きをしている胃をいたわって
体に良い食事を心がけましょう。戦国武将はなぜ男色を求めたの？上杉謙信に伊達政宗、直江兼続など、いわゆる歴女に大人気の戦国武将。しかし意外や意外、戦国武将にとって同性愛である男色はごく普通のことであり、たしなみとも言われておりました。代表的な例として織田信長と森蘭丸が挙げられます。ところで、なぜ戦国武将にとって男色男色がごく普通のこと、たしなみだったのでしょうか。理由は次のようなことです。戦国武将はいつ家来にお首をかかれるかわからず、危険でしょうがなかったため、自分の周囲に絶対裏切らないものを集めておきたかったからなんです。しかし、美少年をはべらせ、身の回りの世話をさせるばかりか、ただならぬ関係を結ぶというのは、それが戦国の世の実態なのでしょうか。それとも現代よりも進んでいたのでしょうか。ちょんまげはハゲ対策としてできた？日本の侍のちょんまげを初めて見た外国人は、ピストルを頭の上に乗せていると連想したそうです。頭にピストルとはまた奇抜な発想です。でも考えてみれば、ちょんまげ自体が奇抜です。このちょんまげ、どういう経緯で生まれたのでしょうか。武士といえば鎧に兜はつきもの。その兜をかぶると頭は随分と蒸れます。野球帽をかぶっても蒸れてはげるくらいです。そこで頭の上を反るようにしてちょんまげが生まれたと言われています。無残にもはげてしまった侍はちょんまげ型のかつらをかぶったとのことです。蒸れるという切実なニーズにより頭を反ることから始まったちょんまげ。いかにも湿度の高い日本らしい文化なんですね。発明王エジソンは努力の天才だった。自動電信機に蓄音機。発明王エジソンは特許の申し子です。彼自身の言葉によれば、自分の人生の3分の1は訴訟に費やされたとのことなんです。さて、エジソンは世界的な天才的発明家でしたが、努力の天才でもありました。天才とは 99% のパースピレーション、汗と 1% のインスピレーション、つまりひらめきであると言ったのもエジソン。どういうことかというと、インスピレーションはもちろん欠かせないが、それを上回るパースピレーション、努力が必要だと言っているんです。どうやらエジソンの辞書には失
敗という言葉はなかったようなんですね。大黒柱は常に一本だけと決まっている。家の中心にあって家全体を支える一本の太い柱を大黒柱と言います。家の長や国のトップのこともそのように言います。さて、この大黒柱、2本3本とあってはいけないのでしょうか。そもそも大黒柱とは、その家で一番太い一本の心柱のこと。そこに全部の梁をかけ、屋根を支え、全部の力を集中させるようになっています。ですから、たとえ地震で大きく揺れても大黒柱が元に戻れば家は原形に復元します。ところが2本3本の柱に力を分散させると別々の力が加わり、揺れが収まった時、柱がそれぞれの方向に戻って家がいびつになってしまいます。まるでどこかの国の政府のようにです。だからこそ大黒柱はやはり一本の太い柱でなければダメなのです。ひげが一番よく伸びるのは午前10時まで。毎日欠かさず剃っても伸びてくるひげ。たまの休日に剃らないでいると結構伸びるものです。ところでこのひげにもよく伸びる時間帯とあまり伸びない時間帯があることをご存知でしょうか。それを知っていれば効率の良いひげ剃りができます。まず一日のうちで最も伸びやすい時間帯、それは朝の6時から朝の10時までの時間帯です。反対に最も伸びるのが遅い時間帯は昼間となると、午前10時頃のひげ剃りが一番効率が良いとなりますが、その時間はおおむね仕事中で悩ましいところですね。寒い時に着るフリース。フリースは黄金の羊の毛の現代版であるんです。秋冬のカジュアル着としてフリースの人気は非常に高いものがあります。簡単に洗えて値段もお手頃。また保温性があって重宝している人も多いことでしょう。今やフリースは秋冬の定番衣料品としての地位を確たるものにしています。さてこのフリース、今はポリエステル繊維を使用した起毛素材、原油を原料にしたりペットボトルを再生したりして生産されています。近年になって登場したかのようなフリースですが、実はギリシャ神話にも黄金の羊の毛として登場する長い歴史がある衣料品なのです。羊の毛だって。確かに素材は全く異なりましたが、フリースは今も昔も
柔らかい手触りとぬくもりがある黄金の羊の毛であることに間違いはありません。コックさんの帽子はなぜあんなに高いの？コックさんの白い帽子、なぜあんなに高いのでしょうか？料理と関係があるの？背を高く見せるため？残念ながらいずれも違います。実はあるコックさんの思いつきから誕生したものだったんです。18世紀のフランス、腕前が評判のコックさんの料理を食べに来た客の中に背の高い帽子をかぶった人物がいました。コックさんはその帽子にすっかり魅せられてしまい、自分も同じような帽子をかぶったのでした。それがきっかけで高い帽子はコックさんの象徴となり、今日へと至っています。フランスで大きな帽子、グランポネはそれだけで料理長とわかります。帽子だけでなく、そうしたおしゃれ心も日本の若手コックさんにはぜひ学んでほしいですね。正月の定番はなぜおせち料理なの？門松や鏡餅など正月の伝統的な行事が徐々に消えていく中、おせち料理だけはなぜか残っています。このおせち料理、実は宮中のしきたりが民間に広がり、今日まで伝わっている貴重な習慣なのです。季節の変わり目にお祝いをする日を節日といい、宮中では切実におせちの語源となったおせちくと言われるお祝い料理を神前に灯して宴会を催していました。このような宴会も次第に簡略化され、現代ではお正月がメインになっています。その他、桃の節句、単語の節句が残っています。大あじゃりを思い出してシャリをいただきましょう。寿司屋さんがご飯のことをシャリとか銀シャリと言っているのを聞いたことがあると思います。なぜ寿司屋さんはご飯のことをシャリと呼ぶのでしょうか。この呼称は仏教のシャリに由来すると言われております。シャリとはブッダあるいは聖者の遺骨のこと。そして釈迦の遺骨を特に仏シャリと言いますが、仏シャリの形が米粒に似ていることから、尊いお米を仏シャリの化身として僧侶たちがシャリと呼ぶようになったのです。台所がお勝手なのは女性が自由に使えるから？ある程度の年齢の人は
台所のことをお勝手、台所に通じる出入り口を勝手口と言います。なぜ台所をお勝手というのでしょうか。意外にも弓道の用語と関係しているんです。弓道では左手を押して自由な右手を勝手と言います。昔の女性にとって台所はまさに自由の象徴。この自由が台所と勝手を結びつけ、お勝手になったのです。この弓道説に対し、台所は食物、糧を扱うことから台所がお勝手になったという食物説もあります。台所と食物とはすぐに結びつきますが、弓道とはなかなかイメージが結びつきません。平安時代に始まった厄年には根拠があるのかないのか。昔からの言い伝えに厄年があります。男性は42歳、死に通じ、女性33歳は散々に通じる大役とされ、特に強調されます。厄年を迷信と気にも留めない人、きちんと厄払いする人様々ですが、この厄とは一体何なのでしょう。時は平安時代、貴族の間では陰陽道という占いが盛んでした。その占いのセールスポイントこそ厄だったのです。陰陽師という占い師は、厄年には災難が降りかかりますよ、怖いことが起きますよ、神仏に祈って厄払いをしないと大変なことになりますよと強調いたしました。これが厄年の由来です。したがって厄年には何の根拠もありません。ポンポンと拍手は心を込めて行う。神社に参拝するとき、私たちはお賽銭をあげてポンポンと手を打ち拝礼をします。正式は2杯2拍手1杯。まず2度礼をし、次に2度手を打ち、最後にもう一礼します。このうちの2番目、手打ちのことを柏手と言いますが、この拍手という習いはどういう意味があり、必ずしないといけないのでしょうか。拍手は玉振りと言われ、ポンポンと音を立てることによって神様を招き寄せる一種の儀式です。そしてこの拍手が招き寄せた神様と自分の魂をお互いに
振り動かし祝福し合うのです。一休さんのとんち好きって本当なの？とても優秀でありながら行動が奇怪な人が時々います。本人にとって気の毒なことは、そういう彼の行動を世間が誤解しやすいこと、ついていけないのですね。そういう人の代表格がとんち好きで有名な一休さん。室町時代に生きた禅宗の僧侶で、本名を一休宗純という彼も相当に変わり者であったとのことです。彼は貧富の差や職業による差別のない人間的な世界の道を説く高僧であったにもかかわらず、常にボロの衣服を身にまとい、尺八を吹いたりしていました。そうした彼の奇怪な行動をとんち好きにしたのは明らかに脚色ですが、少しでも親しみやすく見せるためのキャラクター化にはうなずける点もあります。なぜ武士は切腹を選んだのか。切腹、それはまさしく日本独自の腹を切る自殺方法です。江戸時代では武士に対する最も重い刑罰でもありました。刑罰は普通執行人が行いますが、切腹は自分自身が行うこととなります。つまり自殺の強制であり、フランスのギロチンよりも厳しい刑罰かもしれません。さて、今の日本では年間約3万人を超える人が自殺をしております。その中で切腹という古来の方法を選択する人はまずはいません。日本人にとっても切腹はやはり得意な行為なのです。すんごい苦痛を伴うものであることが自明であるからです。それでも武士たちは切腹をした。なぜなのでしょう。それは腹の中に魂があると信じていたからなんです。盲腸の役割もそれなりにあります。小腸と大腸のつなぎ目あたりにある腸、それが盲腸です。その盲腸の下にあるのが虫垂と呼ばれる小突起。何かの拍子で便が入り込んで炎症を起こすのが虫垂炎です。さて、盲腸の役割については、消化活動を助けているとか、何の役にも立っていないかと諸説あるんですけれども、ただ絶対に必要なものでもないという中途半端な存在であることは事実なんです。一番早く
日付が変わる島はどこ？日付変更線は太平洋の真ん中にあります。この線を西から東へまたぐと日付を1日戻し、逆に東から西にまたぐと日付を1日進めることになります。では世界で一番早く日付が変わる島はどこでしょう？それはキリバスという国の島です。以前は国の真ん中に日付変更線が通り、島々が日付変更線の東西にまたがっていました。しかし同じ国内で日付が違うと不便ということから1995年、日付変更線の東側にある島の標準時を西側に合わせたのです。その結果、日付変更線はキリバスの東へ移り、キリバスのうち最も東にあるカロリン島が世界で一番早く日付が変わる島になりました。その時、島の名前もミレニアム島と改められ、新世紀を迎えたのでした。一級河川と二級河川はどう違うの？河川には一級河川や二級河川といった区別があります。堤防に表示されているのを見かけたことがあると思います。これは何を基準に分けているのでしょうか？このような川に関する法律を河川法と言います。この法律によると、一級河川とは一級水系のうち特に公共の利益にとって重要だと国に判断された河川のこと。この管理者は国となります。そして二級河川とは一級河川以外の水系でやはり重要である河川のことです。こちらは都道府県が指定して管理します。ちなみに水系とは本流だけでなく、それに流れ込む支流までを含むため、一見して小さい川でも一級河川である場合もあるのです。浅草の雷門は長年幻の門だった。浅草と聞いてすぐに思い浮かぶのが、あの赤い提灯のぶら下がった雷門です。この門から浅草寺まで続く約300メートルの参道、仲見世商店街も有名です。ところがこの雷門、江戸末期から昭和の中頃まで幻の存在だったということを知っていましたか？初代の門は941年に願掛けの念願が叶ったお礼に建てられたと伝えられています。以来何度か火災に遭い、その度に建て替えられてきましたが、幕末の大火災で焼失、そのまま時代が過ぎ去りました。そして1960年、昭和35年焼失から約100年経ったところで再建されました。病気回遊のお礼にと、あの松下幸之助さんが寄贈した門が今の
雷門なのです。銀行では社長をなぜ頭取というの？普通会社のトップは社長と言います。ところが銀行ではなぜかトップを頭取と言います。なぜ社長ではないのでしょうか。頭取とは雅楽の世界で奏者をまとめる首席奏者のこと。江戸時代には相撲や芝居の興行を統括する人や米の取引所の責任者を頭取と呼びました。このように何かを取りまとめるような仲間内から出た責任者を頭取と呼んだのです。銀行の前身は為替会社。1869年明治2年に会社の設立にあたり出資者を募り、その出資者の代表が頭取と呼ばれました。そして為替会社が銀行として生まれ変わり、そのまま頭取という呼び名を引き継いだというわけなんです。音楽のジャズとはどんな意味なの？ジャズは黒人音楽のブルースがルーツと言われています。この音楽がまだジャズと呼ばれていなかった頃、クラブで音楽を演奏している最中に興奮した客がジャズイットアップと叫びました。ジャズは興奮、活気という意味ですが、その客は賑やかにといった意味で叫んだのです。この叫びが音楽の雰囲気にぴったりで、それ以来ジャズと呼ぶようになったと言われております。ジャズといえばデキシーランドジャズ。ジャズ発祥の地はニューオリンズなのに、どうしてでしょうか。アメリカ南部のデキシーランドがまだフランス統治下にあった頃、銀行の10ドル紙幣にフランス語で DIX と印刷されていて、そこからニューオリンズイコールデキシー DIXIE とも呼ばれるようになったのです。血液型に0型がある？血液型というと A 型、B 型、AB 型、O 型の4つです。今さら O 型と書いて0型と読んじゃう人はいないでしょうね。この O、実は0という意味であったことを知っていますか？1901年、明治34年、オーストリアの医学者が血液型を発見した時の分類は A 型、B 型、C 型でした。この時 C 型とは A と B いずれの抗原物質を持っていない0というのが本当の意味だったのです。後にこの C 型は O 型と呼ばれるようになります。そしてさらに AB 型の血液型があることも判明します。これが今日に至る血液型の発見の歴史なのです。今流行している血液型占いも A でも B でもない0型と考えれば、また別の視点で面白いかもしれません。次の回までごきげんよう。皆さんありがとう。